皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのリュウです。お元気ですか？今回は、日本語が不自然に聞こえてしまう原因3つと、その改善方法について話します。より自然な日本語を話せるようになりたい人は、ぜひ最後まで見てください。それでは、今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。日本語が不自然に聞こえてしまう原因一つ目は、日本語に翻訳して話してしまうということです。皆さんは頭の中で母語の文を作ってから、単語をそのまま日本語に置き換えて話していませんか？これは実は不自然な日本語に聞こえる原因になってしまいます。日本語特有の主語の省略や結論を最後に言う構造、修飾語の順序を無視してしまうため、文法は合っていても回りくどく不自然な印象を与えます。具体的な例を確認しましょう。まず、主語を毎回はっきり言い過ぎちゃう問題です。英語なんかだと、I とか You みたいに主語を絶対に省けない言語が多いですよね。だから日本語を話すときも、私は、あなたがって一文ごとに主語をきっちり入れてしまいがちなんです。でも実際の日本語の会話って分かっている主語はどんどん省略するのが自然なんですよね。例えば誰かに昨日何食べたって聞かれたときに教科書的に返事をすると、私は昨日寿司を食べましたになりがちです。もちろん間違いではないんですけど、実際の会話だと寿司食べたよとかお寿司にしたよみたいに主語の私なんてわざわざ言わないことの方が多いんです。毎回私はって主語を主張しちゃうと、なんだか自分のことばかりアピールしているような、ちょっと硬くて不自然な響きになってしまうので、注意が必要です。また、語順が母国語と違うと大変ですよね。英語や中国語って主語、動詞、目的語の順、つまり何をするかという動詞が割と早い段階で来ますよね。I want to eat ramen みたいな感じです。一方で日本語の基本の語順って主語、目的語、動詞なので、言いたいことの結論、つまり動詞が一番最後に来ます。だから頭の中で英語の語順のまま組み立てようとすると、日本語に直すときに頭の中で大渋滞が起きちゃうんです。結果として文の途中でつっかえたり、語順がごちゃ混ぜになって、何が言いたかったっけとなってしまいます。こうした直訳癖から抜け出すためのコツは、文法的に正しいパズルを頭の中で組み立てるのをやめることが大切です。頭の中で母語から翻訳するんじゃなくて、よく使うフレーズや日本語の結論を後ろに置くリズムをそのままチャンクで覚えるのが一番の近道なんですよね。最初から完璧な長い文を作ろうとせず、〇〇なんだけどさ、〇〇と思うんだよね、みたいに短いパーツをつなぎ合わせながら話す練習をしてみると、ぐっと自然な話し言葉に近づいていきます。日本語が不自然に聞こえてしまう原因2つ目は、日本人特有のコミュニケーション文化を理解できていないことが挙げられます。まず1つ目が、イエス、ノーをはっきりさせすぎない文化です。地域によっては、あなたはこれが好きですか？この意見に賛成ですか？って聞かれたときに、はい、好きです。絶対反対です。って自分の意見を白黒はっきり堂々と言うのが良いとされる
場所もあると思います。むしろ曖昧な返事をすると、意見がない人、信用できない人なんて思われちゃったりします。でも、日本語のコミュニケーションって、実はその逆なんですよね。あえて白黒はっきりつけないことで、相手との角を立てないようにする、相手の気持ちや立場を守るという配慮をすごく大切にします。例えば誘われた時に、いけませんってバッサリ断るんじゃなくて、その日はちょっと予定があって、また今度誘ってください、みたいに少し言葉を濁したり、クッションを置いたりするんですね。あれって単に優柔不断なわけじゃなくて、相手を傷つけないための思いやりの文化なんです。ここをストレートに、行かないですって言っちゃうと、言葉は正しくてもなんだかトゲトゲしくて、冷たい印象を与えちゃうんですよね。それから自分の意見を言うときも、日本人はすごく工夫をします。日本語で私はこう思いますって真正面から言い切るとちょっと自己主張が強すぎて生意気に見えたり、周りの空気を重くしたりすることがあります。一番の近道はドラマやアニメ、あるいは実際の日本人の会話を観察して、あ、この人ここで言葉を濁したな、あ、ここで相手を立てる言い方をしたなっていう心の動きのパターンを盗むことなんです。どうしてここでこの人ははっきり言わないんだろうって、その背景にある思いやりに気づけるようになると、言葉の選び方も自然と変わってきます。日本語が不自然に聞こえてしまう原因3つ目は、教科書的すぎる表現を使っているということです。日本語の教科書で最初に習う丁寧すぎる表現を、日常会話やカジュアルな場面でもそのまま使ってしまうケースです。日本語の学習を始めるとき、私たちはまず正しい文法や丁寧な表現から学びます。〇〇です、〇〇ますを基本とし、主語を明確にし、文の最後までしっかりと言い切る。これは日本語の基礎として非常に重要なステップです。しかし、いざその知識を胸に、実際の日常会話やフランクな場に出てみると、なぜか相手に少し固い印象を与えてしまったり、ロボットが話しているような違和感を抱かれたりすることがあります。この原因の多くは、文法的に正しいことと実際のコミュニケーションで使われることの間にギャップがある点に潜んでいます。実際の日本語の会話では、効率よくスムーズに感情や情報をやり取りするために、様々な省略や変形、口語特有の表現が使われます。教科書通りの綺麗な言葉だけを使い続けると、かえって距離感を感じさせてしまうんです。では、具体的に教科書的な表現と実際の丁寧な話し言葉は、どのような違いがあるのでしょうか。いくつかの代表的な例を見ていきましょう。例えば、こんな文章があるとします。今、本を読んでいます。しかし、日常会話では、今、本を読んでます。ということもできます。違いがわかりましたか？日常会話では、いの音が省略され、〇〇てますの形が自然に使われます。これをすべてフルで発音すると、少し堅苦しい印象を与えます。教科書的な表現だと、日本語を勉強していますと言えますが、普通の会話だと、日本語を勉強してますということもできますね。他の例も見てみましょう。こんな文章があるとします。それはどういう意味ですか？教科書的な表現ですね。しかし普段の会話では、それってどういう意味なんですか？ということもできます。それは
がそれってになったことで柔らかい印象になりました。また日常会話では〇〇ですかを〇〇なんですか〇〇ですかということもあります。教科書的な表現だと日本語の勉強は面白いですかとなりますが、会話になると日本語の勉強って面白いんですかということもできますね。では、こうした教科書的すぎる表現から脱却し、より自然で丁寧な日本語を話すためにはどのような意識が必要でしょうか。一つ目は、完璧に言おうとするプレッシャーを手放すことです。文法を完璧に守ろうとするあまり、一言一句を正確に発音しようとすると、かえって不自然なリズムになります。多少の省略や崩しが含まれていても、相手への配慮が備わっていれば、十分に丁寧で自然な印象を与えられます。二つ目は、相手との距離感に合わせたトーンの調整です。ビジネスシーンや初対面の場面では、〇〇です、〇〇ますの丁寧さが求められますが、その中でも〇〇なんですね、〇〇ですよねといった共感を示す相槌や、少し柔らかい語尾を交えることで冷たい印象を和らげることができます。いかがだったでしょうか。日本語ってなんだかはっきりしなくてつかみどころがない言語ですよね。だからこそ実際にコミュニケーションをとって心を通わせた時の喜びは大きいはずです。ぜひ日本語を学習する過程を一緒に楽しんでいきましょう。いつも動画を見てくれてありがとうございます。最近画面の左上に日本語の表現を表示するようにしたのですが、皆さんの学習に役立っているでしょうか。もし何か動画について意見があればコメント欄で教えてください。皆さんのチャンネル登録と高評価がとても励みになっています。また次回の動画でお会いしましょう。